7月28日、11時21分。6時間経過。そろそろ到達してもいいタイミングだよね。ブリュンヒルで神に背いたことから神聖を剥奪され眠らされ続けたワルキューレか。父さんは何だってこの作戦にそんな不吉なコードネームをつけたんだろう。確かに今や神のような存在であるセルンに背いてるって意味じゃぴったりではあるけど、いずれにせよこれがラストチャンスなんだ。2036年にはもう戻れない。父さん、母さん、私を守って。揺れないって聞いてたのに大嘘じゃん。ついたのかな。ここが2010年の秋葉原アトラクタフィールドの分岐点、オペレーションブリュンヒルでの最終到達地点。本当に来られた。私は時間を止めたんだ。じゃあ下はすごい騒ぎになってる。タイムマシンの到着座標が予定より少しずれたんだ。ビルの外壁をえぐり取っちゃってるじゃん。可変重力ロックシステムにバグがあったのかな。まあこれは未完成だって父さん自身が言ってたぐらいだからな。ここまで目立っちゃったのは予定外だよ。なるべくこっそり行動しようと思ってたのに。とりあえず人が集まってくる前にここを離れた方が良さそう。ハッチ閉鎖完了っと。このハッチは指紋と網膜の認証が必要だから私以外には誰にも開けられない。勝手に操作されることはないはず。でもな、ここに置きっぱなしで大丈夫かな。警察とか自衛隊が来てどっかに持ってかれちゃったらどうしよう。まあどっちみち今の私には隠す方法も移動させる方法もないんだけど。いや迷っててもしょうがない。この時代に立ち寄った目的を遂行しよう。私は父さんに会いに行く。オペレーションブリュンヒルデ。それはタイムマシンを使って過去を改変して2036年におけるセルンのディストピア支配をなかったことにしちゃおうっていう作戦。いわば目には目を歯には歯をってやつ。ただ本来の予定じゃ私がこの時代にやってくるのはさ、もっと後のはずだったんだ。最初に1975年へ飛んで IBN5100 を手に入れる。そしたらそこから2010年まで35年間ひたすら待ち続ける。それがこの作戦の最終到達地点。でも私は独断で最初にこの時代に立ち寄っちゃった。どうしてもこの町のどこかにいるはずの父さんに会いたかったから。父さんの名前はバレル・タイター。
本名は知らない。バレルタイターっていうのはあくまでコードネーム。父さんについて私が知ってることなんてほとんどない。女で一つで私を育ててくれた母さんもほとんど教えてくれなかった。そこまで徹底しないとセルンに対抗するレジスタンスのリーダーは務まらなかったんだ。あの人は自分の未来すべてを消去する生き方を選んだのよ。世界線をオペレーションブリュンヒルデが成功するよう収束させるために。母さん、そう言ってたっけ？母さんが父さんの過去についてちゃんと話してくれたのは、私が覚えてる限り一度だけだった。それは私が15歳の頃で。鈴葉？鈴葉？何母さん？父さんについての唯一の思い出話だからかな。今でもはっきりと覚えてる。鈴葉？ちょっと聞きたいんだけど、あなたはタイムマシンに興味はある？急にどうしたの？興味あるっていうかさ、タイムマシンは忌むべき存在じゃん。それは私たちワルキューレのメンバー全員に言えることだよ。ワルキューレは私が所属するアンチセルンのレジスタンス組織。父さんはそこのリーダーをしてたんだ。そうね。来年セルンはおそらくタイムマシンを完成させるでしょう。その予言は絶対に阻止してみせるよ。ここだけの話だけどさ、タイムマシンの母を暗殺するオペレーションを計画中なんだ。タイムマシンの母。マキセ・クリス博士ね。そう。あいつさえ殺せれば、タイムマシンの完成を数年は遅らせられるはず。そううまくいくかしら。それに、あの人は。母さん、面識あるの？いいえ。それより鈴葉、ワルキューレが目指す最終的な目的と手段を知っている？目的って、セルンのディストピア支配を阻止することでしょ？ええ、そう。じゃあ、手段については？手段？何なの？タイムマシンを作ることよ。それってどういう？オペレーションブリュンヒルデ。それがワルキューレの目指す最後にして最大の作戦なの。セルンよりも先にタイムマシンを作って過去を改変する。こちらに都合のいいように、セルンに都合の悪いように。父さんはそのために地下に潜った。でも本当にタイムマシンなんて作れんの？セルンほどの組織でもまだ完成させられてないのに。秋葉 TM マフィアというブレインが父さんに協力していたわ。 TM？ ってタイムマシンの略？ええ。あれは2010年の夏だったかしら。秋葉原で開かれた伝説のタイムマシンオフ会に参加していたメンバーだそうよ。父さんもその一人。タイムマシンオフ会って？簡単に言うと親睦会のようなものね。参加できたことは幸運だったって父さんは興奮して私に話してくれたわ。へえ。表舞台には決して名前が出てこないけれど、そのメンバーはみんなタイムマシンに関する研究の第一人者だったの。その人たちは今この秋葉原にいる？いいえ。そっか。もしかしてその人たちに会いに行けば父さんにも会えるかなって思ったんだけど。鈴葉。分かってるよ。むしろ会うべきじゃないんだって。母さんはいつも言ってるもんね。父さんはセルンと戦うために名前と自分の未来を抹消する生き方を選んだんだって。そんな父さんのこと尊敬してるよ。
だからこそ私もワルキューレに入ったんだしさ。ちょっぴり寂しいけど、きっと母さんは私よりずっと寂しいだろうし。鈴張ったら。でもさ、珍しく母さんが父さんの話をしてくれて嬉しかった。ごめんね。なんで謝るの？嬉しかったんだってば。ええ、そうね。ねえ、母さん。今思い返せば、母さんがその話をしてくれたのはさ、父さんが死んだ日だったんだね。ラウンダーに潜伏場所が見つかって、一緒にいた仲間を逃がすために戦って、結局殺された。そうでしょ。辛かっただろうし、悲しかったはずなのに、母さんはその後も3年間強く優しい母親でいてくれた。ねえ、母さんはさ、タイムマシンの存在を3年間黙ってたでしょ。それが父さんの遺言だったっていうのは聞いたけど、母さんはどんな思いで私が18歳になった日、あのムービーレターを見せてくれたんだろう。死んだ父さんがオペレーションブリュンヒルデの概要とタイムマシンの隠し場所について説明してるあのムービーレター。母さんは3年も前にそれを見てたわけでしょ。だとしたらあのタイムマシンをいつでも使えたはずなんだ。父さんにいつでも会いに行けたはずなんだ。母さんはそれを我慢したの。どれだけ問いかけても母さんはもう答えてくれない。母さんもまた私をこうして過去に送り出すためにラウンダーの犠牲になったから。きっと私の知ってる母さんなら個人的な感情よりも世界を救うための使命を選んだんだろうって思う。父さんやワルキューレの人たちが自分の人生を犠牲にして戦い続けてきたようにさ、母さんも自分の気持ちを犠牲にして私に託してくれたんだって思う。すべてはオペレーションブリュンヒルデを成功させるため。そうでしょう。だけど今、もしかしたらその作戦を台無しにしてしまうかもしれない行動を私は取っちゃってるんだ。びっくりした。うわ、かなり騒がしくなってきた。これって私のせいだよね。母さんはさ、やっぱすごいよ。私なんかよりずっと強い。私は怖かった。いきなり1975年へ飛ぶことが怖かった。だって私の父さんは本当はどこにも存在していないんじゃないかっていう感覚が小さい頃からずっとあったから。物心ついた時には父さんはもう
私のそばにはいなかったでしょ。母さんも、ほとんど父さんの話はしてくれなかったし、顔も知らない、名前も知らない、声も知らない人。父さんは私にとって、神話に出てくる神様なんかと同じ。だから、怖かった。もしもこの作戦がうまくいって、35年後、53歳になった私が2010年に到達した時、父さんがどこにもいなかったら、すべてが終わっちゃう。それだけは避けたかったんだ。父さんはちゃんといるんだって確かめたかったんだ。そうすれば、私はきっと最後までちゃんと一人でやり遂げられるから。この先、私は35年間我慢する覚悟を持つことができるから。母さん、父さん、このわがままをほんのちょっとだけ許してほしい。ねえ、今父さんはこの町のどこかに存在してるよね。